立花隆容疑者が死者への名誉毀損罪で起訴されたというニュースについて解説したいと思います。きっちり20日間勾留されまして、送検されて、多分拘置所にいるんだと思いますけれども、こちらの方で検察が起訴したということで、死者への名誉毀損罪というのは通常の名誉毀損罪よりも、立証のハードルが高いというふうに言われておりまして、実際のところ本人の認識と実際の名誉毀損、自由に当たるっていう、両方がないと、有罪にしにくいらしいんですけれども、本人の認識がないというふうに立花さんは言ってるっぽいんで、ここから立証していくのはなかなかハードル高いだろうなと思いましたが、まさにこれ検察、警察が狙ってるのは人質司法と呼ばれる悪しき日本の国連の人権委員会とかからも文句言われている悪しき伝統なわけですけれども、これ起訴後勾留って無限にできるんですよ。普通はほら起訴したら釈放しなきゃいけないんだけど、在所隠滅及び逃亡の恐れありってことで、口裏合わせをしたり証拠隠滅をしたりとか逃げたりする可能性があるやつは保釈しなくてもいいみたいなよくわかんない規定があってですね。だって別に名誉毀損罪だからそんな大した罪じゃないわけですよ、有罪になってもね。だけど、普通はこれ大体罰金刑で終わらせるんですよね。略式命令が検察から出て、これまず公判請求するのがすごく異例中の異例だし、それをですね保釈されたっていうニュースがないんで、多分起訴後勾留されてるんですよね。通常起訴されたらそこでそんなに大した罪じゃなければ保釈されますが、保釈されてないんで、そもそも罰金刑で略式命令で終わるような事案を、もう相当警察、検察怒ってんですね。これね、多分もう検察にも伝わってて、おそらく最高検とかまで伝わって、そこで判断をして、これは徹底的に立花隆やってやるっていう形になってんだと思います。それは多分ね、政治勢力だからだと思います。立花さん多分ね、国政政党の党首だったとしたら多分、ここまではやられなかったのかな。さすがに検察の方も火の粉が飛んできますからね、警察、検察もね。で、彼はただの一般人ですから今。だから、そういったところももしかしたらあったのかなというふうに思います。ただ、なんかね、再逮捕されんじゃねえかとかいろいろ言われてますけど、全然されないですね。旧マスコミの人たちとか結構そういったこと言ってるんですけれども、これ、おそらく警察検察の本当の狙いは人質司法です。まさに。これ、本当に、通常の運用だと、公判前整理手続きとか行われなければ、初公判までこれ、保釈されないんですよね。というのは、初公判、あるいは公判前整理手続きっていうのをやると、もう証拠をそれ以上後出しができないんですよね。だから、証拠隠滅の恐れもない。口裏合わせの可能性もなくなる。あとは逃げるっていうだけなんですけれども、なかなかね、そういった状態だと、保釈状態だと海外に行くのもなかなか難しいので、そういった形でですね、逃げることもできないだろうと。国内だったら立花さんの顔知らない人もなかなかいないですからね。なので、保釈されるんですが、2ヶ月とか3ヶ月はかかるんじゃないですかね。僕も否認してたら94日間出れませんでしたからね。立花さんを精神的に弱らせて、全て認めさせると。私は認識もありましたし、みたいな形で、名誉毀損、ですと。完全に認めます。みたいな形で、完全降伏をさせることをおそらく狙って人質使用してるんだと思います。本当にだからこれ起訴後勾留って本当にいつ保釈されるかわかんないです。裁判終わるまでは刑が確定するまで保釈されないなんてこともあり得るんでね。佐藤勝さんというね、鈴木宗男さんの事件で一緒に捕まった外務省の人いましたけれども、彼なんか500何十日も東京拘置所に勾留されましたから、そういったことになると立花さんもさすがに精神崩壊してしまう可能性もあるんで、そういったところを狙ってるんではないかなと私は思いましたということで、今日はこの辺で終わりたいと思います。いってらっしゃい。